結構その平野さんもキャリアが割とね、まあ、仕事一本会社勤め一本だけじゃなくてご自身で NPO を立ち上げたりとか、もう坊ちゃんも始められてとか、キャリアが結構ね多様だと思うんですけど、その中でなんか平野さん自身が逆になんかまあこれは学んだなとか、できるようになったなとか、なんかそういうなんか手応えみたいなのがあります。そうですね。やっぱりなんだろう、一個の仕事だけではこう分からない、こう偏った目線じゃない、いろんな角度からの目線とか、なんだろう、いろんな人と関わる人も当然多くなるっていうので、そういうつながりもそうですし、その目線的なものも逆にその本業でやってきたことが兼業 NPO の方で生かされたり、逆に NPO でいろいろやることが本業の方にも生かされて、なんかそれまではその本業の方もなんか自分の思ったような仕事ができないなとか、自分の思ったような部署じゃないなとか、ちょっとネガティブな、まあみんな誰しもあると思うんですけど、そういうふうなことばっかりというか思ってたことが、なんかこれも別にやっててなんか無駄にはならないかもしれないな、後々みたいな感じで、こう考え方を変えられるようになったっていうのは大きいかもしれない。なんか今はこっちの仕事はあんまり正直やりたくないけど、でもこれをやってたらもしかしたらその兼業先で何か活かせるかもしれないとか、ちょうどそれが一個エピソードがあって、今本業の方はずっとその入ってから経理的な仕事をやってるんです。でも大学、さっき言ったように大学から全然経理の勉強とかやってなくて、そのお金の要するに会計的なことも全然知識もないし、正直興味もあんまりないしっていうところだったんだけど、でも NPO を自分で立ち上げて、じゃあ実際その事業をやってこう一回こう年度締めるみたいなことをやると思うんですけど、それをやると結局会計とかも大事じゃんみたいな、結局それって結局本業でいやいやながら、まあいやいやとかあんまりこう進んでやってた業務じゃないかもしれないけど、結局そこでやってたことがこっちに活かせるじゃんっていうのが実際あって、あ、これは結局その両方パラレル的にこういろんな仕事とかキャリアをやってることによって、なんかその無駄になるよなって思ってたことも実は無駄にならないんだみたいな、なんかそういう意味みたいなものを見出せてるっていうところは、別にこれ障害あるなし関係ないと思うんですけど、こうパラレルキャリアをこうやっていく上ですごいプラスかなって思っていて。なるほど。はい、だからなんていうか、例えばその会社で、まあ、例えば経理の仕事を、まあ、していることが、まあ、逆に兼業しなかったらもしかしたらつまんないなみたいな過ごし方をしてたかもしれないけど、ただ単純につまんないなで終わってたかもしれないですけど、なんかそれがちゃんと今のそのご自身の NPO でもまあ活かせてるし、逆に言うと NPO でやって本業上とかその会社の方か、勤めの方で活かせてることとかだったりしますよね。本業、兼業の方ではやっぱり自分が設立したので、まあ、メンバーの方も何人かいるんですけど、結局自分が上だし自分がやることも決めて、こういろいろこう要するにチームマネジメントとか、エンゲージメントとかっていうのを、まあ小さいそのグループは小さいかもしれないけど、やんなきゃいけないというかやる立場にあって、逆にそのメンバーの気持ちみたいなものも汲み取りながらとか、メンバーの例えば相談に乗ったりいろいろみんなでこう話し合ってっていうところは、逆にこう本業で言うと今で言うそのうちの上司がやってるようなことかなって、自分に対して。っていうなんか要するに上司の立場もなんとなく少しだけどまあ規模は違うかもしれないけど、でもなんかこういうふうに言ってることは本当はこう言いたいんだろうなみたいな、部下に対してこういうことを求めてるんだろうなとか、こういうことを目指してるんだろうな、だけど例えば表現が下手だからこういう表現になってるのかなとかそういうなんかプラスな風に考え方を変えられることはすごいいいかなっていう。すごい上司の気持ちまで想像できるようになってしまったみたいな。もしその上司があんまりふさわしくない言動とか態度を取った時には、その単純に何クソこいつって思うんじゃなくて、あ、こういう態度は実際自分が NPO やってる時には
やっちゃいけないことなんだっていうなんか反面教師じゃないですけど、そこもなんか勉強になるというか、自分の糧にできるっていうのは大きいかなって思う。でそういう意味ではなんかね、なんか兼業もありです、だよねと思います。なんかその障害者雇用って、さっきも言ったんですけど、働くことが一つのゴールになってると、多分そもそも兼業みたいな話って絶対いかないくて、じゃあ自分が仕事をするとか就職するっていうこともあくまで手段だよねみたいな話になっていて、自分は人生でこう何やりたいのとかこうありたいなとか、なんかそういうことを考えた時に多分じゃあこんな仕事がいいかもねとか、こういう職場で働きたいかもねっていうふうになるのが多分キャリアを描くっていう意味で理想なんだけど、なんかそれがその仕事がしたい、就職したい、それがゴールですってなると多分そういう気持ちには絶対なってないはずなので、なんかその平野さんのその兼業しながらその2つの組織でこうお互い、学び合うだったりとか、実際その多分心のバランスとかもすごく取りやすいのかなと思ってて。本当にその通りで、実は本業で嫌なこととか、兼業 NPO の方でなんかモヤモヤっとしたことがあっても、別のもう一方の方に行くと、結局気持ちの切り替えがしやすいっていうか、なるほど、そもそもやってることが別だし、っていうのがあって、なんかこっちでモヤモヤがあってもこっちの仕事をやってた時には別にそこまでその悩まないっていうか、一個の仕事だと絶対そのなんかこう負のものがあったらそれは引っ張ってしまう、引きずってしまうんですけど、それがなくてうまく切り替えられてるっていうのはとってもあると思います。やっぱなんか人間関係のトラブルでこうねストレス溜まるとか、なんか嫌な気持ちになるって別にそれ多分障害とか関係なくみんなあることだと思うんですけど、なんかこう自分が属する組織がいくつかあると、本当おっしゃった通りその切り替えができたりとか、だしこっち側の愚痴をこっち側で吐けばいいみたいな、多分そういうこともできる利害関係ないですし、のでなんかそので昔からというか、なんかその自立とは依存先を増やすことみたいな言葉が結構僕らの業界ってよくね、使われてたりもしますけど、それってこういうことなのかなっていう、なんか一つのモデルケースな気はしますね。なるほどね。でもすごい参考になる話ですよね。だから一つの職場にとどまる必要性も今となってもっとないし、でそれをなんかじゃあ選択肢がないんだったらなんか作ればいいって作ってるのもすごくいいなと思って、なんかそれを作って自分でちゃんとそれぞれをなんか住み分けて、いい意味で両方うまく利用してるって感じがすごいするから、すごい理想的。利用してるのはまさしく利用してます。いや面白い、ありがとうございます。なんかそうやって平野さんはまずその二足の形でこう働きつつ、坊ちゃんもね取り組んでみたいな形で、本当になんか寝る暇あんのかなってぐらいなイメージを外から見たら思っちゃうところがあるぐらいアクティブなイメージあるんですけど、なんかそんな多忙な平野さんの中でこう大事にしてるなんか判断軸みたいなのとかってあったりしますか？でも判断軸というか、ポリシーみたいなのがすごくあって、自分が大事にしてるポリシーって、もうどのインタビューでもどの媒体でもちょっと言ってるんですけど、ギブアンドテイクで、どうしてもその障害がある方っていうのは、どうしても何かをしてもらうとか、何かこうちょっと言い方は悪いかもしれない、施されるみたいな。なんか他人から施してもらうとか、何かしてもらうっていうイメージがあると思うんです。でもそれはテイクじゃなくて、テイクばっかりだと絶対それこそ生きづらいというか、自分の心が苦しくなる。なんか自分はこんなにしてもらってるのに、自分は何をしてあげれるのだろうかみたいないうのが多分僕も感じたことがあるので、皆さんも多分障害ある方だったら結構感じたことあるんじゃないかなって思うんですけど、僕は逆に自分からギブできることもあるんじゃないかと思って、それをなんか意識して常に活動とかこういう発信とか、だからもう正直言って僕自分のことはどうでもよくて、自分は普通になんだろう、普通に生活が人並みの生活ができて飢え死にしない程度に生活できればいいぐらい、もう極論言ってしまえばそれぐらいの思ってるんですけど、僕は僕より後に続く方っていうのを
大事にしてて、後に続く方にどれだけその自分のやってきたこととかやることが残せるかみたいな、後世に残す、今流行りの言葉でレガシーみたいな、なるほど、とこを考えて行動とかいろんな活動に関してもそこはしてるっていうところは判断軸かもしれない。これは将来的に言ったら自分が年取って自分が極論関わらなくなったと、それに関わらなくなったとしても、その自分がやってきたことがそこに残ってるのかみたいな、残るのかみたいなのを大事にしてると思って。ああ、なるほどね。でもすごい大事ですよね、仕事人としてもね。なんかギブアンドテイクって結構あんまりいいイメージを持たれない方も実はいるのかなと思ってて、なんか最近結構ギブアンドギブみたいな、なんかもう自分からもとにかく与えていくんだみたいな話もあるんですけど、ギブアンドテイクって、結構妥協するみたいな意味も英和辞典には書いてあっていて、要はこっちまでギブするからこっちまで来てねっていうすり合わせみたいな意味なんですよ。ギブアンドテイクってもともとのベースの意味が。だからつなげるじゃないですか。そうなんか歩み寄るとかすり合わせるとかそういう意味もギブアンドテイクってもともと内包してるので、だからギブアンドギブって結構なんかもう俺ここまでやるからさってなんか結構相手目線実はないんじゃないって僕は思ってたりもするので、結構自己満足で終わったりとかいう場合が多いんですけど、ギブアンドテイクだとやっぱりなんだろう、その相手のことも入ってる、内包されてるので、自分と相手っていうところで、まあ対等なって言えばいいんですかね。だからなんかできないことをこっちも認めてるよみたいなところが多分あるので、僕は割と生きづらさ系を取り扱ってるウェブメディアを運営してる側からすると、そのギブアンドテイクのその意味付けとか、あとなんか持ちつ持たれつってよく僕は使うんですけど、確かによく言ってますね。そうなんかまあ、結局自分も困ってて配慮してもらってるんだったら、まあなんか周りの人が困ってる時になんか、ね、手助けできる人になったらいいよねっていうような感覚はすごくちょっと相通ずるなっていう。実はだからそれにすごいぴったりな日本語っていうのを最近見つけて、お互い様って日本あるじゃない。お互い様ってまさしくその持ちつ持たれつとか、ギブアンドテイクでよくもったいないっていう言葉が流行りましたけど、英語とか海外でもお互い様もなんかその意味、ちょうどいい意味を表すんじゃないかなって、お互い様だねっていうのでこう一言で。それを受けて平野さんがなんか例えばなんていうのかな、いわゆる職場での合理的配慮みたいなものを例えば自分でこう周りのメンバーに伝えたりするとか、なんかこう自分自身が気持ちよく働くためにこんな自分の中にルールとか自分の取扱説明書みたいなのがあったりするんですか？なんかでも僕はそういうのは正直じゃあなんか自分の取扱説明書みたいなの作って上司の方に渡すとかはしてないんですけど、でもなんか無理をしないっていうことを結構心がけてて、障害の方ってまあご本人これ多分聞いてる方はいやそんなことはないよっていう反論の方もいると思うんですけど、こう結局例えばよく例に出すのが、例えば靴下を履きますと、で僕も自分で頑張れば一人で靴下履けますと、でもそれに30分かかりますと、それだったら30分かかって、じゃあ片足30分、両足だと1時間みたいな、じゃあその1時間を捻出するために朝早起きだから7時起きなの6時起きにしなきゃいけないとか、それってやっぱ体にも負担がかかるし心にも負担がかかるんですね。だからもうそういう時はもうなんだろう、我慢せずにというか、自分で強がらずに、もうここはじゃあ誰々さんにお願いしますとか、仕事でもそうで、なんか自分がもしこれちょっと難しいなっていうことがまあ少なからず出てくると思うんです、仕事してると。その時にこれ例えば僕の場合はコピー機とかそうなんですけど、コピー機がどうしても自分ではこう車椅子の高さでは届かないんですけど、例えば皆さん忙しく仕事してると自分のコピーのためだけにその人を時間を奪っちゃっていいのかみたいなことを考えると思うんですけど、そこはもう遠慮せずに、もう自分はこれはできないのでとか時間かかっちゃうのでこれちょっとお願いできますかって1枚2枚とかだったらまあね、そんな時間もかからないし、そういうなんか頼めるところは無理せずに頼むっていうのは重要か、仕事とかする上で
まあ、生活もそうなんですけど、重要かもしれない。なるほど。心と体のバランスを保つというか整えるっていう意味では、人に例えばそれを聞いたら何人に甘えてんだとかいう人も中にはいるかもしれないですけど、でも僕は全然それはいいことだと思っていて、なんかそういう無理してなんだろう、自分の心とか体に支障をきたすよりは全然確かに。だって例えば平野さんがコピー1枚取るのに10分かかるけど、例えば私に言ってくれれば30秒で終わるかもしれなかったとしたら、チームで仕事するんだったら生産性は絶対そっちの方がいいわけで、30秒で終わった方がいいです。お互いにとってそれは絶対チームとして、チームメンバーとしては絶対いいけど、なぜかそれがなんていうの、一般の中だとみんな多分当事者の人なんかは、いや自分が頑張らなければいけないって思う人は確かにいるのかもしれないね。でもそれはおっしゃる通りで、それで結局自分が例えばできなかったことが増えるとか、あれうまくいかなかったのと落ち込むとか、そういうことで人にまた迷惑かけちゃったかもとか、そういうことが結局まさに心身ともに不安定にさせちゃうみたいな。そこって結局貸し借りとかいう思いっていうか考え方にどうしてもなってしまうかなと思うんですけど、でも貸し借りという意味では、例えば僕はコピー機をその人に頼むかもしれないけれども、例えばその人が結構ちょっとそういう機械パソコンに疎い人で、パワポとか作るのに苦労してたら、じゃあ僕そこをちょっとやりましょうかとか、そういうのは言えるとか、そういうのはできるわけですよ。それはそれこそさっき言ったお互い様じゃないかなって。自分のできることは相手にもしてあげて、で自分ができないことを相手にしてもらうっていう、それで対等な関係を築くっていうことが大事なんじゃないかなって。確かに、いやおっしゃる通りだと思う。前回のね時も思ったんですけど、別に障害関係ないですよね。そうって普通。無理しないみたいな、その通りみたいな。やっぱ結構無理しちゃう方って多いんですよね。自分で抱え込んじゃったり、自分ができないことを責めたりとか。でも面白いのはシッティングバレーをやってても同じことです。無理しない無理しないっていう。だから一生懸命のプレーはそうなんだけど、その結果例えば点取られても意味がないし、ミスにつながっても意味ないから、自分のできることはやろうと、それ以外は無理しないでいいよっていうのが、結構いい言葉だなっていうふうに思っていて、だからそこは本当に、でも別に障害関係ないですよね。障害者だから無理しないことが大事なんじゃなくて、人間全般的に。これも余談かもしれないけど、コロナに入って今まですごいみんな一生懸命忙しそうに働いてたのが、ちょっと自分で在宅とかになったら、ちょっとしたサボりの時間とか、なんていうの、会議してるけどちょっと横で内職したりとかみたいな、多分してる人いっぱいだと思うんだけど、多分ねそれぐらいでももはやいいんじゃないかとそれ思ったりするので、8時間働く必要あったのかぐらい業務量が減ってたりね。そうみんな多分真面目すぎるんです。それって結局でも結局在宅勤務とかになってっていうこともあるんですけど、タイムマネジメントが自分でできるかってそっちの方が多分大事で、例えば一日の今日はこれをやんなきゃいけない、これをやんなきゃいけないっていうのを自分でマネジメントして、今日はじゃあこの仕事はここまでやろうみたいな、で何時から何時まで仕事して、何時から何時までは休憩して、何時から何時まではコーヒー飲んでみたいな、それ別にいいんじゃないかっていう、8時間ずっと時間的に拘束されて、会社にずっといて、で暇な時も会社にいてみたいなね、そういうのは今からの時代変わっていくんじゃないかなって。僕がちょっと会社勤め無理かもって思った瞬間って、なんでみんな同じ時間ずっと仕事して、でちょっとした暇とかも作れずにみたいな、だけどタバコ組みだけ許されてるみたいなこのよくわからないこの感じみたいなところに多分不適合感を感じたのが最初ですからね。だからこれ多分障害者雇用も同じで、例えば人の目をすごく気にするっていうタイプの障害の人とかだと、在宅ってすごくパフォーマンス上がるんですよ。聞きますね。で逆にやっぱりすぐ困ったことがあったら聞きたいとか、結構安心感とか安全感みたいなものを求めてる人だと、在宅が意外と合わないとか、
っていうのもあったりするので、なんかその自分に合った働き方とか、自分がそのさっきの生産性という言葉だと生産性を生みやすい働き方ってなんだろうって考えるきっかけがコロナなのかなとも思うし、意外と自分は朝働いた方がいいとか夜働いた方がいいとかありますよね。僕午前中全然ダメですもん。完全に午後から人間、完全に午後から人間なの。でもそれ昔から言ってて、そのだし義足履いてるとやっぱりラッシュって結構大変なんですよ。でそのよく足不自由で何に困るんですかって言うと、僕踏ん張ることって言うんですよね。義足履いてて一番困ること、まあ義足っていうか多分両足不自由だからなんですけど、その時にそのなんでわざわざあの時間帯に行かなきゃいけないの、いやどうせ8時間いるんだったら13時21時で昼休みゼロでいいって思ってたんですよ。なるほど。でも逆にそういう考え方にこう、世界が追いついてきた。そうコロナのおかげですよ。なるほどね。いや面白い、ありがとうございます。でも本当にあと最後ね聞きたいことっていうか、もう数少ないんですけど、自身に障害があるみたいなこう切り口で話をするんですけど、意外となんか意外と人によってその障害の捉え方が結構違うなって皆さんの話聞いてて思うんですけど、なんか平野さんにとってこう障害って一言でなんか言い換えるとしたら何だと思います？なんかね、障害って僕よく言うのは、障害結構誰でも言ってるかもしれない。障害って確かに不便なことはたくさんあるんですけど、全然不幸なことはなくて、逆に僕は障害があることによって今の人生があると思っているので、だから障害が強みというとありきたりですけど、障害があることによって今の人生を歩めているっていうところがあるなっていうのはありますね。逆に障害がなかったら多分坊ちゃんもやらないし、こうやって多分上京もしてないと思うんですよ。普通になんか地元の公務員に就職して普通になんか僕からするとごくつまんない人生を送ってたかもしれない。でも障害があることによっていろんな困難はあったけど、壁はあったけど、それを乗り越えたりくぐり抜けたりすることによってなんか実際東京に来て、で皆さんとこうやってお話とか出会いがあってっていうところは多分普通に地元にいる頃よりは全然世界が開けてると思うし、なんかこれからも希望に満ちてる未来が、希望に満ちた未来がこう自分で作り出せてる気が、誰かにその作ってもらうとかじゃなくて、自分自身でこう未来を切り開いてる感じはすごく自負してるというか感じるので、それは障害があったからだと思っているので、逆に障害プラスかなって思ってます。はい。割と同じかもしれないですね。なんか多分ちょっと聞いてみたいんですけど、障害がなかったらどうしますかみたいな質問って、どう答えます？障害がなかったらなんか普通に多分みんなが言う普通の生活はできてると思うんですけど、全然今の方がいいです。結構ね、なんか生まれつき組だからかもしれないですけど、その毛はね結構あるんですよ。なんか想像できないんですよね。結構健常者である自分があんまり想像できない。で僕もそれでよく人に聞かれて言うのが、僕実はなんですけど、これいろいろ賛否両論あるかと思うんですけど、歩きたいって思ったことが一切ない。今まで歩いてないことが普通だから、別になんか歩きたいっていう感覚って僕からするとなんかドラえもんのタケコプターで空飛びたいみたいな、どこでもドア使いたいみたいなのと一緒で、あんまり現実感がないので、あんまり思ったことがない。これ歩きたいなとか、なるほどね、思ったことがない。歩きたいって思ったことって面白いですね。最後ですね、これは結構ね佐々木さんが聞きたいような話を聞きたいんですけど、最後っていうか一つ聞きたいのがなんか今までの話に関係あっても関係なくてもいいんですけど、平野さんがなんかご自身が大事にしているもの、考え方とかでもいいですし、ものでもいいんですけど、なんか大事にしているようなこととかってなんかあります？大事にしているもの、さっきポリシーとかもそうなんですけど、他に大事にしていることって言ったらやっぱりこういう人とのつながりとか、人との出会いっていうのをすごく大事にしていて、結構
なんだろう、もちろん得意なタイプというか好きなタイプ、苦手なタイプ、もちろん人間なのでいるんですけど、なんかそれをなんか無駄にしたくないというか、なんか結構だから交友関係とかつながり広いと思うんですけど、なんかどこでこういうふうにね、佐々木さんとも久しぶりにお会いした感じなんですけど、でもどこでこうどうやってつながるかわかんないし、ね、一時例えば同じ活動とかで共に一緒に活動して、まあそれからそれが終わって、一旦別れて別々のことをやってたとしても、またどこで一緒になるかわかんないし、そのどこでつながるかわかんないっていう経験をしてきてるので、なんか出会いっていうのは大事にしてるっていうか、こう人を簡単にこうつながりを切らないというか、なんか自分が苦手だからじゃあこの人も一切付き合わないみたいなことはあんまりないかなって思っていて、そこは大事にしているかもしれないですね。まあ、こういうなんかお人柄だから、なんかその会社にせよご自身の NPO にせよ、なんかこう人となんか前向きに関わってる感じがすごいするというか、そうですね。なんかそんな気がすごいしますね。なんかこれから最後なんですけど、平野さんがこれからの未来というか将来というか、なんか最後になんかどうしていきたいとかありますか？そうですね。よく自分の NPO でも誰もが当たり前の暮らしをっていう豊かな暮らし、当たり前の豊かな暮らしって、当たり前っていう言葉って結構深くて、何が当たり前かっていうので、やっぱりその障害のある方、まあ自分も含めていろいろその選択肢、さっき言った進学とか就職の選択肢だったり、キャリアの選択肢だったりっていうところがどうしても狭まってきたのが今までだったと思うんですね。だからその当たり前のっていうのは自分で選択できて、自分でこう選べる道を、だからいかにその選択肢を広げられるかというか、まあ自分がその NPO とかの活動を通して他のいろんな周りの皆さんにこう提示するのもいいですし、まあ、自分自身も含めていかにその自分がそのスキルアップとかをして自分で切り開くのもいいですし、とにかく選択肢を広げて自分で選んで、だから人に選ばれるとか人から強制されるとかいうことじゃなくて、自分で選んで自分の道とかライフキャリアっていうのを切り開くっていうところをなんか自分もやりたいし、そのサポートが、まあ、それで悩んでる方がいたらそのサポートが何かしらできれば自分としてはいいなっていうふうに思ってる。なるほど。いやこの話の流れでも平野さんの NPO の紹介とかもして終わればいいのであっていうぐらいすごい綺麗な話だったんですけど、NPO はどういう、まあ、事業をされてるんですか？そうですね。NPO はまあもともとその自立、まあ、障害のある方に自立した生活を、まあ、で当たり前の暮らしをっていう意味でスタートしたんですけど、その当たり前の暮らしっていうのはもちろん経済的に、例えば今、このチャンネルでやってるようにキャリア支援みたいなところはもちろんあるんですけど、僕ももちろん最終的にはそういうところもやっていきたいなと思うんですけど、まずはその前段階として、その障害のある方と、まあ、よくある健常と言われるその障害がないって言われてる普通の街中の方たちってあんまりこう接点がよくヒアリングとかしてみると実際その障害のある方に会ったことがないとか、それは子供大人限らずなんですけど、結構そういう意見を聞くことが多くて、逆にその障害当事者の方もさっき大学時代にサークルとかあんまり入れなかったっていうのがあるんですけど、そういうコミュニティとか、そういう活動に参加したことがないとか、そういうことが結構多かったんですね。だからまずはその場作りみたいなことをすることによって、まずはそういう方々がごちゃ混ぜになって出会う機会を作ろうっていうので、まあ、出会ってしまって例えば一緒に何かイベントをやるとか、まあ、宿泊系のイベントとかもやったりしてるんですけど、そういうことをやって一緒に、まあ、ごく短期間ではあるけれども一緒に生活とかすることによって実際のリアルなところの部分っていうのをお互いに感じ取る、要するに綺麗な上辺だけではなくて
実際の生活ってこういうふうにしてるんだとか、うん実際のこの困りごとってこういうことがあるんだとか、こういうことをじゃあ手伝ってあげたらじゃあ自分たちと同じように、一緒に遊べるんだとか、そういうことをこう知ってもらうための活動っていうのを結構していて、その一つのツールとしてボッチャとか、あとは例えば車椅子乗ってても山登りできるんだよとか、で山登りに実際行って八ヶ岳だったんですけど、八ヶ岳に行って山登りしたりとか、そういう活動をしているっていう人たちが、はい、主な活動というか、今ちょっとコロナ禍で活動がなかなかできないんですけど、でも今まではそういうふうにやってきていて、なるほど、はい、なのでぜひね平野さんのこの概要欄にこう指さしてくるわけじゃないけど、概要欄にですね、概要欄にこちらで、こちらに、開いていただけるとですね、NPO こちらに、リンクも貼らせていただきますので、ぜひそちらもね、皆さんチェックしていただければなと思います。いや、でも今日は結構、ある意味面白い回というか、そうですね。シンパシーがこんな強くなる強めの回は多分そうそう今後ないんじゃないかっていうぐらい、そうですね。なんか、そう盛り上がった解釈 いかがでした？途中実はここに映ってないことでもいろいろあったんですけど。いや、でも佐々木さんとすごい共感できる部分が多くて、すごく良かったなっていうか、同じようなことで悩んでて、意外と同じような考え方をされてたんだなっていう。まあ、なので自分、佐々木さんと初めて出会ったのは多分2年ぐらい前なんですけど、2年ぐらい前に出会って、この人は自分にとってプラスになる人かもしれないっていうか、自分となんか分かり合えて、一緒に活動とかなんか一緒にご縁がある方かもしれないなって思った、このなんか、所感っていうんですか、その自分の感覚が間違ってなかったなっていう。よかった。これね、もう収録終わったんで、坂道の話が延長続くんでね、そろそろね、終わろうかなって思うんですけど、そう、この二人はね、坂道ファンなのでね、さっきも、収録しない間は大体その話したんですけど、っていうぐらいね、そう、シンパシー濃いめな回でございました。ということで、ギャザリング第、2回目の、キャリアライブ、ゲストはですね、平野由人さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ギャザリングは多様な人たちのキャリアを応援するためのチャンネルです。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ギャザリングでは新しい仲間、一緒に運営したい仲間、大募集しています。ぜひそれらも概要欄からチェックお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。